じゃいつものやつ見ましょうか。あ、はい、はい、お願いします。RC 統合。どうもじゃあ、こんにちは。ラジコンどうもです。リスンさんです。最近暑いね。めちゃくちゃ暑いですね。めちゃくちゃ暑いですよね。本当に。なんでしょうね、この暑さ。これはたまらんなと思って、僕もさっき店の掃除しとったんですけどね。まあちょっときついなと思ってね。もうズブズブ、もうびしょびしょでね今やってるんですけどね。今日なんですけれども、ちょっと本当にさっきなんですけれども、ヨコモさんから新しいマシンが発表されてね。ね、最近ねちょっと動きがなかなかなかったヨコモさんなんですけれども、生きてましたね。生きてましたね。生きてます、生きてます。全然大丈夫。きっと元気です。元気ですよね。でね、今回発表されたのは YD2Z っていうね。もうなんかZ とって感じですよね。僕最初見た時ね、なんかドラゴンボールのが頭に浮かんでね。俺マジンガーかな。マシンガー。そこでちょっと年代微妙に違う感じになるんですよね。まあ YD2Z がまだ出て発表されただけで全然触ってないですけども、思ったことをちょっと言いたいなっていう。まあちょっとその画像をね見ながら、まあなんかねこんな感じかなとか、そうですよね。ちょっといろいろ雑談っぽく、雑談っぽい感じでちょっとやっていきたいんですけれども、一応ヨコモさんのプレスリリースの発表だと、一応最終形といえる Z っていう名前を付けた、まあ最終進化みたいな感じですね。ですよね。大体 Z ってね、車の Z もそうですけど、まあ最終っていう、もうこれで終わりじゃーみたいな感じ。そうですよ。Z で最終形っていう風なんですけども、よく名付けられるんでね。ガンダムのダブルゼータっていうのありましたけど、全然終わらない。全然終わらないかもしれないけど、ずっと続いてました。でね、今回メインシャーシが新しくなりまして、ちょっと細身になったっていうのとが特徴と、あとギアケースの方が3分割になった。そうですね。っていうとこと。あとフロントのバルクですよね、あれが一体型になったっていうところなんですよね。あとアッパーデッキの方もちょっと変わっていて、かつギアケースも変わってるっていうところ全部変わってるじゃないですか。よく考えたら今言ってて思ったんですけども、何か全部違うじゃんと思って。ごっそり変わってますよね。ごっそり変わってますよね。最終形っていうか、もうなんかフルモデルチェンジぐらい。フルモデルチェンジ YD2 という名前なんだけれども、フルモデルチェンジしたような感じですよね。でね、ちょっとね写真の方をちょっと見ながらやっていきたいんですけど、まずこの YD2Z っていう、いつものこの写真ですよね。見た目が SX3 っぽくなった感じはちょっとパッと見はそう見えますね。ですよね。でもちょっとモーターの位置がっていう風なんですけどね。でこれ上から見た感じなんですけれども、写真の方ね。ですよね。こんだけちょっと細身になるとやっぱりひねりがかなり多くなるのかな。出るでしょうね。ね。なのでひねりが大きくなれば追従性は多分ようなると思うんで、乗りやすい方向だよね。なるのかな。そうだよね。でね、次このバッテリーの方もね、今回ロングタイプとショートタイプ両方ともつけれるっていう風になってるんで、これ。そうなんですね。なんでよくラジコンを始める人でお金があんまりない人っていうのは日課のバッテリーとか使うじゃないですか。安いやつね。ありますよね。そういう風に予算を最初抑えたいっていう人にも結構いいのかなみたいな。そうですね。S 系だとショート指定だったんで、ショートだとどうしてもねもう限られちゃうんで。そうですよね。なんかこれはいい点なのかなと思ってね。で次にギアケースなんです。今回3ギアを採用してきましたね。新設計だと思うんですけどね。1、2、3っていう。ギアボックスの3分割で多分新しくなってる。起こしているので。3分割になってるんで後ろからパカッて開くんで、
デフの調整がしやすいっていうふうに。そうですね。これは今回いいんじゃないですかね。パッとデフを、例えばデフそのものを変えたい、もしくはデフのメンテしたいっていう場合に、まあリアのカバーだけ外せば、ポンと抜けるみたいなんで。そうだよね。今までやっぱりデフを例えばオイル例えば1万番から5000番に変えたいなとかね、そういうふうにやってる時もはっきり言ってリアなんかほとんど全バラぐらいから全バラですね。本当この画像ぐらい、ね、この画像ぐらい外さないと取れないんで、毎回これを見て大変そうだなと思ってね。足回りはこれ一緒だね。この辺見ると今までのやつ、ランパーとか、樹脂かな。樹脂でね。はい。でね、次にこれ結構特徴的なんですけれども、モーターマウントなんですけども、今回13箇所からモーターの位置を選べると。要は今まで E だとまあ決め打ちでしたよね、下で。で S だと上でちょっと動かせたかな。少し触れましたね。少し触れたんだけれども、今回のやつはなんか要はホコレマシン Y2E なんですけれども、ここにはモーターがあるんですけども、要はねこれがね上から下までこういうふうにまあそうですね動くっていう、まあ何でもありまあほぼほぼ多分 E の位置からまあほぼほぼ画像で見るとまあ真上ぐらいまでそうだよね可変するという、これ多分一番動くんじゃないですか、これ今まで。これめちゃくちゃ動くよねと思います。まあ何でもありで、まあ、実際に結構モーターの位置とかね気にしてる人もいろいろいるんで、まあ、これだと、まあ1台で。そうですね。今結構ねモーターのポジションで、その走りの味とか、走らせ方とかが結構、ね皆さんもいろんな位置試されてるみたいなんで、まあ、そういう意味では可変でねもうキットの状態でこんだけ変えれるっていうのはまあいろいろ試せるって言ったら試せますよね。そうですよね。まあ今までそのいい買った人がやっぱり S のポジションをやってみたいっていう人だと今までそのね E の次に S を買うっていう風だったんだけれども、まあこれ1台あればまあ全部できますよみたいな感じになるかな。なると思いますね。でねこの要はモーターのところに、まあ、次の写真行くんですけれども、このモーターのマウントが上に行った時にこのモーターがあった場所にこの何て言うんですかブリッジ、中間のブリッジですよね。でこれで前と後ろをつないでるっていう風なんですけれども、おそらくこれを、まあモーターがローマウントの時は多分このブリッジの位置をまあ反転させるか違うやつが入って変えてますね。だよね、ここがつながってると思うんで、まあ合成も。なので画像で見ると、まあ上に何もないので、何もつながってないように見えますけど、多分これ下でつながってるね。裏側で、下側で多分つながってんじゃないかな。これまああくまでもちょっと画像でしか話してないんで、実際に見たらちょっと違ったなっていうふうになるかもしれないですけども、多分そう思います。今までいろんなマシンを見てきて、その合成とか考えると多分そうなってるんじゃないかというところが予想されますよね、これ。この辺も結構工夫されてるますよね。点じゃないですかね。でこれさっき言ってたギアケースがまあバラした状態ですよね。であとちょっと戻りますと今回このアッパーデッキがあるんですけれども、これまあ両方とも使えるらしいね。そうですね。形から見ても、スライドラックとワイパー両方とも多分使えるっていう風なんで、多分これスライドラックのセット、多分ブスだけ買えれば多分いけるのかな。ちなみにまず値段の方なんですけども、注目のY2Z 定価がですね28,380円、これ税込みになりますね。でジャイロ付きの方が
32,780円と。で、前の YD2 の E とか S のが定価が21,780円というふうになったんで、まあこれを高いと取るか安いと取るかっていうのはちょっとなんとも言えないんですけれども、実際 E 買ってじゃあ S も買おうっていうとこれ43,000円とか定価ベースね、4,000円になるんですけど、それがまあ3万円いかないぐらいになるっていうことはまあありなのかなみたいな。そうですね、1台で、そこをまあこなしてくれそうな内容なんで、まあ2台ね買うこと思えば1台で済んじゃう。ってことだよね。まあでも今こうやって話していく段階で思ったんだけど、あ、そっか、これ買えばまあ何でもできるんだなみたいな。ですね。まあ今後その S とか E とかっていうのが販売継続になるのかっていうのはちょっと知らないわかんないんですけども、まあとにかくこれは安いやつがいいっていう人はもう今すぐ E とか S 買ってください。いやでもね、でもまあここで2人でやってもしょうがないけど、ただまあ特にこれからね、始めようっていう方がもし見えるならね、検討する1台に加えてもらってもいいんじゃないかな。なるほどなるほどなるほど。結構なんていうんですかね、さっきのスライドラックの話もそうですし、まあモーターマウントの位置もそうですし、であとリアの、まあ、ギアボックスのメンテナンス性とかの話も、やっぱりいろいろこう今までねやってきて、だったらいいなっていうところが多分 Z では改良されて盛り込まれてる部分もあるんで、まあそういう意味ではこれからやる人にもある程度応えれるでしょうし、で今ねやってるエキスパートさんたちにも、さっきのまあギアボックスの話とかはすごいメンテナンス性もいいんで、まあそういうところにも応えられる車になっているんじゃないかなと思いますけどね。なるほどね。そうですか。わかりました。ちなみに発売は8月の末に発売されるらしいので、まあ最初の初期ロットがどのぐらい出るのかっていうのはちょっとわかんないんでね。あ、欲しいっていう人はねすぐ予約してもらった方がいいと思います。夏休みの後ですからね、多分みんな苦しい関係ないからもうみんな散々お金を使っていや今年はねみんなあまり外行けないから使えないんですよ。そうですね。そうですね。まあ面白そうな一台では。面白そうな一台だよね。ね、実物をねちょっと見てみたいなっていう気はします。わかりました。まあそんな感じなんでね、ちょっとまあ楽しみですね。YD2Z が出たんで、ちょっと急遽動画の方を回してみましたというところになります。ありがとうございました。すみません。急遽呼び出してすみませんでした。